れちょっとドロップ D してみる？はいどうも始まりました。今回はですね、なんとメテオラの動画第2回ということで、前回出しましたよね。黒のメテオラの動画もたくさんの方に見ていただいて、ただあのメテオラちょっと限定モデルだったので、今レギュラー販売されてるものとちょっと仕様が違ったりしたので、その点申し訳なかったなと思ってたんですけども、なんと動画を見ていただいたフェンダーさんからこちらを送っていただきました。通常ラインのメテオラめっちゃかっこいいっすよね。フェスタレッドっていうややクリームがかった赤色のメテオラなんですけれども、今回はこのメテオラと身近なエフェクターを組み合わせてどんな音作りができるのかやってみたいと思います。はい、アンプつながりました。アンプ直で接続しております。リアのハムバッカーからチェックしていきましょうか。なんかね、これやっぱこれキャラーンっていうハムバッカーなのにキャラーンっていう音がするのがメテオラのいいところだなと思うんですけども、前回僕が弾いてたリミテッドってあれ指板がエボニーって言って固めの音がする指板だったんですけども、今回こちらはですねパーフェローという木が使われておりまして、ローズウッドとメイプルの間みたいな感じで言われてるんですけれども、切れ味がありつつもちょっと温かみがあるんですよね。そして前回もやりましたけど、このメテオラがすごいのはこのトーンなんですよね。貝が出過ぎてるなっていう時に少し下げます。このちょい下げがねすごくちょうどよくて、さらに結構下げてみても使える音。っていうのが魅力でしたよね。そしてここの S1 スイッチを押すことによってシングルコイルにコイルスプリットができます。これすごいんですよね。普通このコイルスプリット、コイルタップってやるとなんかちょっとまあシングルの音だけどみたいな、ちょっとねグッと来ない音に変化することがあるんですけども、メテオラについてはマジで全部使えるというか、でこれでピックアップ変えるとこのキャラーンっていう音がでね、このフロントとかはトーンを下げるとねすごいね、もうめっちゃジャジーな音出るんですよね。とかね、これエフェクターつなぎたくなっちゃいますね。じゃあ行きましょうか。お待たせしました。じゃあまずこの王道コンビというか前回もやったんですけども、今回バンバンエフェクター切り替えていくので、まずはこれからいきますね。じゃあハムのままここ落としてみましょうか。じゃあフロントにしてちょっとディレイ増してみます。これができちゃうんすよね。ほんとね、ここだけですごい音作れるんですよ。かと思えばブルースドライバーでこれはどうだろうな。おこのフェンダーボディでこう鳴ってる音みたいなのが掛け合わさった感じがしません？皆さんどうです？なんかどのピックアップ好きでした？なんかぜひコメント欄とかにね書いてください。この感じだとちょっと空間系もね変えてみるとまた面白いかもですね。キーリーのハローをつないでみました。ディレイをちょっと変えてみようって感じですね。こちらのエフェクター、前回の動画で増崎さんのボード紹介やりましたけども、増崎さんも使っておられたあのハローでございます。どれにしようか迷うな。シングルでセンターの位置でいきますね。この音って後ろにこのバネ入ってるじゃないですか。このバネの共振っていうのがすごくあるんじゃないかなと思ってて、その感じがすごくなんか今ねサウンドに出てたなと思います。
この後ハイゲイン行きたいなと思うんですけれども、前回もテンション上がってこれの仕様をあんまり細かく説明してなかったので、ちょっとね、ここでお伝えしたいなと思います。このメテオラ3つノブがありますけれども、まず1ボリューム。ここで全体のボリュームが調節できて、そして2トーンですね。こっちのトーンは、このリアピックアップのトーンが変更できて、真ん中、これはこっちのフロントのピックアップのトーンが調節できます。そしてこのスイッチね、S1 スイッチを押すことによって、押すとシングルコイルにタップ、コイルスプリットされます。ブリッジはこの2点式、2点止めっていうのかなのトレモロユニットになっていて、ネックのグリップはね、C シェイプ、しかもね、結構ね、なんて言ったらいいんだろう。握りやすいです。だからこれちょっと説明難しいんですけれども、すごい演奏しやすい今風の C シェイプになってて、で、あとこのチューナー部分、下に F って書いてるとこにここ回せるようになってるんですけれども、ここをギュッと締めることによって弦がロックできるので、何回もこうぐるんぐるん弦巻かなくても、わかります？これ弦1回転もしてないんですよね。弦を通して、こう裏でロックして終わり。もうあとはもうチューニングするだけっていうチューナーになっています。あとはやっぱこのロゴっすよね。ロゴが可愛いメテオラって書いてあって、このね、くるくるってなってるフェンダーのこれいいですよね。じゃあ、ハイゲイン行きましょうか。はい、繋がりました。前回と同様、ジャッカル &DD3D のペアでございます。どうだろう。いいっすね。メテオラサウンド。なんか分かってきましたよね。メテオラのサウンドって。で、これでちょっと耳に痛いっていう時は、もうね、トーンを下げれば、ナチュラルな歪みになりますよね。このままシングルで。これちょっとドロップ D してみる？なんかちょっとこれ完全思いつきだけど、そういうのどうなるのかな？あ、でもちょっと明るいですね。これトーン下げたいな。なんかこれ、アクティブピックアップみたいななんか推し感ありません？あ、そうなるんだ。最後におまけでお役立ち情報という感じで、マルチエフェクターにつないだ時にどういう音がするのかっていうのと、僕ならこうセッティングするなっていうセッティングをお伝えして終わりたいなと思います。まずは Zoom G1-4 ですね。音はこんな感じです。トーン下げます。こんな感じでマルチエフェクターってね、なかなかノブをすぐにこういじりにいけないっていうデメリットがあると思うんですけども、ここで音作りを硬くしたり柔らかくしたりできるのがマルチエフェクターとも相性いいかなというのは思いますね。最後に GT1 でございます。GT1 はちょっとプリセットでやってみようかなと思ってプリセットを開いてみました。例えばこのクリーンのプリセットだと、なんか音がギラギラしたような、なんかアンプのセッティングを変えに行かなきゃみたいに普段なると思うんですけども、ここのボリュームをちょっと落とすだけで、このギラッと感が、なんかね、あ、なんかまろやかになったってなりますよね。でもちろんトーンをね、ちょっと下げてみたり。こんな感じで、ここをいじったり、ここをいじったりっていうことをしなくても、もうここに慣れちゃえばいろいろ適用できるっていう感じですね。というわけで第2回メテオラ会どうでしたでしょうか？いろんなエフェクターとの組み合わせ、皆さんの参考になれば嬉しいなと思います。ぜひ皆さんコメント欄で感想だとかリクエスト残していただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録めちゃめちゃお待ちしてます。動画良かったって方は高評価もお願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。